2014年イギリスの公式放送 BBC で一人の女性がインタビューに答えました。 Were there moments where you feared for your life? Yeah, there were so many occasions. I remember towards the end, I actually felt suicidal, and it was just so painful. I just couldn't take anymore. Did you go to the police? Yeah, I did. I went to the police when I was 16, and he basically said, "Well, I think he's got every right to. What do you expect?" And I'll never ever forget those words. What he said. If the police are saying no, where do you go from that? 1,400 people. There has to be more than one person stepping.インタビュアーに自身の体験を語るその女性はサミー・サウスウッド、サウスヨークシャー州のロザラムで暮らしていた彼女は14歳の頃に10歳年上の男に数ヶ月間監禁・強姦される被害に遭いました。そしてサミーがインタビューで語ったようにロザラムで同じような経験をした被害者は約1400人もいたんです。少女1400人が性被害に遭った町ロザラム。なぜそれほどまで被害が広がってしまったのか。多民族が暮らすその町が抱えていた全てをもみ消さねばならない裏の事情とは。大沢健ちゃんです。やみやみこです。この動画が公開される時だともうずれちゃうかもしれないですけど、はい、世間は Amazon のブラックフライデー、でね、なんか盛り上がってるんですけど、そうなの？僕もね、実はそれに乗じて AirPods Pro 2を買いました。ああ、プロ2？はい。僕ずっと AirPods Pro だったんですけど、はいはい、何回もなくして何回も買い直して、その後2出て、うわ、2出たわとか思ってずっとでもあんま変わらんやろと思って買ったんですけど、全然違うの？全然違う。何が？ノイズキャンセリングの外部音が全く入んない。おー、すごいよね。あと、ここだけで音量調整できる。スマホを取り出さなくていい。はい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 。私もさ、ノイズキャンセリング使ってるんだけどさ、ちょっと気分が盛り下がる話してもいい？いいよ。いいの？噂話だけど、ノイズキャンセリングってさ、波を打ち消してる、波を出してるわけじゃない。だから、普通の音量の2倍の波が鼓膜に負担がかかってるらしくて、なんか耳がすごい大音量で聞いてるのと一緒ぐらいの負担が耳にかかってるって聞いたんだけど、聞いたことない？その話。聞いたことない。ただ、それも AirPods Pro 2ならば、これ案件動画じゃねえよ。実はなんか難聴テスト機能もあって。そんな機能あんの？そう。俺今日実はやってきたんですけど。難聴テスト？そう、ピッピ音が聞こえたらスマホタッチしてください。よくあるやつ。全然大丈夫でした。そう、だから結構おすすめで。迷信かもね。これ案件じゃないんで、買わなくても全然いいです。本日は世界にはびこる闇シリーズ。今回ご紹介するのはイギリスのロザラムという町で起こった闇深い事件について。この町では性犯罪の被害者が16年間で1400人も出たというね、もう恐ろしいことが起こってたんですよ。怖すぎ。しかも被害者はまだ10代前半の少女だというんで。1400人っても幼い少女が襲われてる時点でもう本当に腹立たしいしさ、やばい街なのは明らかなんだけど、なんでそこまで問題を放置してるわけ？これね、加害者のね、手口にもね、理由はあるんですけど、本当の問題はね、被害者の声が聞き入れてもらえない状況っていうことだったんですよ。一体どういうことなのかっていうことで、イギリスのね、社会問題にも繋がってくる部分ではあるので、この後ね、丁寧に深掘っていければと思います。まず事件の取っかかりとして、一人の少女の悲劇の物語を紹介したいと思います。両親の秘密。2000年8月5日、イギリス・シュロップシャー州テルフォード。早朝、警察はその町のとある一軒家へ駆けつけました。生存者はいるのか？その日、その家では火災が発生し、家屋はほぼ全焼。数名の家族が家の中に取り残されていましたが、生存は絶望的状況でした。そんな中、大声を張り上げた一人の消防隊員。おい、大変だ！こっちへ来てくれ！現場にいた関係者が駆け寄ると、裏庭のリンゴの木の下で毛布に包まれた赤ちゃんが発見されるんです。彼女はまだ1歳4ヶ月のタスニム・ロー。小さな命が助かったことは幸いでしたが、タスニムはこの時母と祖母、叔母を失ってしまうんです。母親ルーシーのお腹には第2子が宿っており、タスニムのまだ見ぬ兄弟も帰らぬ人に。そして一家のほとんどが犠牲となったこの事件において、生まれて間もないタスニムが助かったのは父親が彼女を守ったためでした。父親のアズハル・アリ・メフードはタスニムにとって英雄とも呼べる存在。いえ、真実はそうではありません。なぜなら彼はその家に放火をした犯人だったから。
煙探知機の音で目が覚めてタスニムを抱えて窓から中庭に脱出したんです。父メフードは警察にそう事情を話しますが、火災が発生する直前の深夜3時半、ガソリンスタンドの防犯カメラに彼がガソリンを購入する姿が記録されていたんです。ガソリンが撒かれていた場所は1階のキッチン。ここから炎が燃え広がれば2階で寝ている家族に逃げ場はなく、父メフードは明確な殺意を持って犯行に臨んだように見えました。翌年メフードは自身の妻を含む3件の殺人とどうにか逃げ延びた岐阜への殺人未遂で有罪となり、終身刑4回の判決に。気になるのは、なぜ父メフードが一家を皆殺しにしようと思ったのかということ。いやほんと意味わかんないよ。何これ、奥さんのお腹のこの赤ちゃんもメフードの子なわけでしょ、これ。タスニムもね、大人になってからその理由を調べようとしたんです。その結果、彼女は自分に関するとんでもない秘密を知ってしまうんです。火災の一件以来、タスニムは生き残った祖父によって育てられることに。そして祖父は当然のごとくたびたび事件を思い出し、亡くなった3人の名をつぶやいては天に祈っていました。彼のその表情に滲むのは父メフードへの憎しみ。その姿を見て育ったタスニムが、なぜ父が母ルーシーらを殺害したのかを知りたくなるのも自然なことでした。一方でタスニムに母ルーシーの記憶はなく、父メフードは刑務所の中、事実を明らかにする作業は途方もないものだったんです。そんな折、19歳を迎えたタスニムは、あの火災が発生した当時事件を担当していた警察官から押収されていたある証拠品を受け取るんです。バースデーカード、時計、幼いタスニムと母ルーシーが写っている写真、そしてルーシーが書いた日記。母親との数少ない思い出の品にタスニムは嬉しそうに目を輝かせます。しかしその中の日記を読み進めるさなか、タスニムの表情は凍りつきました。親愛なるタス、あなたは今生後10日目ですが、これを読む時にはもっと大きくなっているかもしれません。私はあなたをとても愛している。そんな愛の言葉で始まるメッセージに続けて綴られていたのは、父メフードについて。母ルーシーは14歳の頃、10歳年上でタクシー運転手をしていたメフードと出会ったことを記していました。そして母ルーシーが父メフードに合格された結果、タスニムが生まれたことも。衝撃を受けたタスニムはすぐに一緒に暮らしている祖父に真相を追求。すると祖父は意を決したように息を吸い、当時の状況をこう話したんです。レイプレイプという声がしてドアを蹴破るとメフードが飛び出していた。警察には通報しなかったよ。そう、祖父母は母ルーシーの訴えを大ごとにせず口をつぐんでしまったんです。さらに父メフードはルーシーの友人やそれ以外の少女にも手を出していた性犯罪者の常習犯だったことが発覚。それにもかかわらず独占欲が強いメフードはたびたび母ルーシーの浮気を疑い、彼女の体を毎日くまなく調べていたといいます。その度に口論になっていた両親。タスニムはこの口論を引き金に父メフードが一家を巻き込むあの火災を起こしたのだと結論付けたんです。メフードがさ、もうほんととんでもないクズ野郎だってことは分かったんだけど、なんで祖父母はそいつを警察に突き出さないわけよ。この祖父母がね、通報しなかった理由っていうのは後ほど明らかになるんです。そしてロザラムの町ではこうした合格件は決して珍しくはなかったんです。年上のボーイフレンド。年上のボーイフレンドを持つことはこの上ないファッションアクセサリー。90年代から2000年代初頭にかけてのロザラムでは、そんな言葉が囁かれるほど年の離れた男とデートに繰り出す少女で溢れていました。筋肉質な小麦色の肌に洗練された身なりのその男たちは少女をドライブへ誘い、彼女たちには手の届かない高級なプレゼントを送ってくれるんです。同年代にはないその魅力に10代前半の少女たちの多くが夢中になっていました。やがて少女と男は彼氏彼女の関係へ発展。しかし実は幸せに過ごせるのはせいぜい最初の1ヶ月くらいなものなんです。やめて。少女の心を掴んだ男はやがて自分の欲望のままに性行為を求めるように。それが自宅だろうと車の中だろうと関係はありません。時には監禁目的のアパートが用意されるようなこともありました。当然その行為に愛などあるはずもありませんが、少女はアルコールや違法薬物を与えられ洗脳状態に。こうして男に依存するようになった少女は1週間1ヶ月と家に帰らなくなり、久しぶりに帰ったと思えば妊娠していることも、育てられる環境もない状況で出産することも、中絶も流産も珍しくありませんでした。性欲のはけ口として存在に扱われた少女は心身ともに疲弊し、自傷行為を繰り返しました。そうやって憧れだった年上の彼によって瞬く間に地獄へと突き落とされてしまう少女が当時のロザラムでは後を絶たなかったんです。筋肉質な小麦色の肌に洗練された身なり、ドライブデートや高級なプレゼントで少女を魅了する男たち。その正体はパキスタン移民のギャングでした。
狙われるのは児童養護施設で暮らしているような家庭環境に恵まれなかった少女。愛情に飢えている彼女たちはギャングたちにとって格好の獲物だったんです。加えて家庭に問題がある子供は何か犯罪に巻き込まれたとしても助けを求められる大人が限られています。帰りが遅くなっても気にされない少女たちはギャングの男たちに好き放題もてあそばれていたんです。愛情に飢えてる子たちを本当にもう食い物にして利用してるじゃない。本当許せないわよ。胸クソすぎる。こんな性犯罪がさ、日常茶飯事で行われてる中、警察はなんで何もしないわけ？それが簡単に警察を頼れる状況でもなかったようなんです。ギャングの被害に遭う中で警察に相談しようとした少女もいました。しかし証拠を準備し警察署へ向かおうとすると、男はこんなメールを送ってきたんです。お前の行動次第だからな。意味深な一言を添えて送られてきたのは、ギャングの男が少女の妹と撮った写真。妹の身を案じた少女は警察への届け出を諦めるほかありませんでした。中には少女タスニムの一家が被害に遭った衝殺事件を引き合いに出し、家族がどうなってもいいんだなと脅すようなものも。少女たちが何もできないことに味を占めたギャングたちは犯行内容もみるみるエスカレートさせていきました。白人の尻軽女がそう罵りながら複数人で合し、抵抗すればガソリンを浴びせ火をちらつかせて脅しをかける男たち。少女を散々堪能した後、他の町のギャングに売り飛ばしてしまうこともありました。タスニムの祖父母が母ルーシーの件を通報しなかったのも、そうしたギャングたちの凶暴性に恐れをなしてのことだったのかもしれません。こうして一切歯止めの効かなくなった彼らの暴走により、ロザラムの町では1997年から16年間で1400人もの性被害者が生まれたんです。ひどすぎて絶句するんだけど。てかさ、通報できない状況って言うけど、ここまで被害膨らんでたら警察気づくんじゃないの？なんでこいつらはこんな長い間野放しになってんのよ。本当おっしゃる通りで、警察はねもうすでに気づいてるんですよ。でも警察はね、ギャングたちを無視しなければならない理由があったんです。ロザラムの闇。少女をもてあそぶギャングたちは姑息な手段を使って口封じをし、絶対に警察に通報できない状況に追い込んでいました。ただ1400人も被害が出ていれば、帰らない娘の心配をして行方不明届を提出したり、性被害の通報をしたりする両親も当然いるんです。それでもギャングが放置されていたことには、実はロザラムの警察の在り方が関係していたんです。ある日の深夜3時、隣の部屋から女性の悲鳴が聞こえると通報を受けた警察は現場のアパートへ急行した。おい、お前ら何してるんだ。そう言って警察が部屋へ突入すると、そこには複数人のギャングと服をはだけた一人の少女が。無理やり酒を飲まされた少女は泥酔状態で、男たちに何かされていたことは明白だった。警察はその部屋にいた男の顔を一人ずつ見回すと、深くため息をつきこう言った。将来話を聞かせてもらおう。警察のその一言に安堵の息を漏らす少女。よかった、これで家に帰れる。そして手錠を取り出した警察は、被害を受けた少女にその手錠をかけた。なんで？警察は少女を引っ張り、その場に居合わせた男たちには目もくれず部屋を後にする。結局彼らは取り調べすら受けることはなかった。明らかに少女が被害者である状況を目にしながら、警察が飲酒と暴行の容疑で逮捕したのはなんと彼女の方。このほか少女から性的暴行の決定的証拠を渡された警察が、それをゴミ袋に入れて処分してしまったこともありました。なぜ少女の訴えはことごとく無視され、ギャングたちの犯行がなかったことにされてしまっているのか。その理由は、彼らを逮捕すると人種差別だと非難されてしまうから。そう、ロザラムの町で性犯罪を行うギャングはその8割がパキスタン系の移民。人種差別問題に発展することを恐れた警察は、ほとんどが彼らの犯行を容認してしまっていたんです。何言ってんのよ。もう犯罪を犯してんだからさ、人種差別どうのこうのじゃないじゃないこれ。それなんだったらさ、少女たちの人権の問題はどうなんのよ。警察をねこの態度には、イギリスの移民問題っていうのが深く関係してるんです。というわけで本日のメトラキーワード、イギリスの移民問題について。2023年の時点でアメリカ、カナダに次いで世界で3番目に移民が多いとされているイギリス。イギリス国民のうち約 14% は外国からやってきた移民だといいます。イギリスが移住先に選ばれる理由は、公用語が英語であること、他のヨーロッパ諸国に比べて高賃金であること、外国人でも国営の医療サービスを無料で受けられることなど、イギリスには移民にとって非常に快適な環境が整っているんです。反面、多民族が暮らしているゆえに、イギリスでは人種差別問題が
頻繁に取り沙汰されます。2024年8月にも人種差別に抗議する数千人規模のデモがイギリス各地で勃発。そうした人種差別に敏感な社会において、ロザラムの警察は世間からの批判を恐れ、パキスタン系ギャングの性被害を見逃す体制ができてしまっていたんです。ロザラムの児童性犯罪の報告書からは、なんと 67% のケースで容疑者の民族欄があえて削除されていたといいます。こうしてロザラムの児童性犯罪は実に16年もの間放置されていたわけですが、2014年に専門家が報告書を発表。多数の生々しい被害の実態が明るみに出され、警察もついに無視できない状況となりました。警察はその後、国家犯罪対策庁に捜査を依頼。結果、1100人以上の被害者が特定されたんです。2024年8月の時点で、ロザラムの児童性犯罪について有罪判決を受けた人数は36人。こうしてロザラムの街の闇がようやく払拭されることになったわけですが、被害を受けた少女たちの心には未だ深い傷が残り続けています。被害者の一人、サミー・サウスウッドは言いました。警察にノーと言われたら、私たちは一体どこに行けばいいの？彼女が言うように、警察に相手にされなければ、もはやその街に少女たちの逃げ場はありません。もし被害を訴えても無視される環境に置かれていたとしたら、あなたはどのようにしてこの問題に立ち向かいますか？おざっすというわけでね、皆さん、そろそろ何ですか？そうですね。クリスマスですね。というわけで、ここでね、皆さんに重大発表があるんです。はい。現在ね、オンラインサロンでしか見られない限定動画を目当てに、もうかなりたくさんの人がね、秘密結社アルゴメトリーに入会してくれてるんですけれども、はい、やっぱりこう、お金がかかるっていうところで、無料期間ないのっていうね、リクエストも多数いただいてるんで、今回ね、クリスマスキャンペーンとして用意させていただきました。なんと今入れば、こちらの限定動画が無料で1週間見放題です。豊田商事会長刺殺事件、村井秀夫刺殺事件、北九州監禁連続殺人事件、和歌山毒物カレー事件、長崎男児誘拐殺人事件、バッキー事件、井の頭公園バラバラ殺人事件、プチエンジェル事件。やっぱりね、事件のラインナップとしてはね、非常にこう物騒ではあるんで、ちょっとやっぱ YouTube ではやれないなっていうところでね、サロン限定してる動画ね、この他にもたくさんあります。サロンも開設してからね、半年以上も経ってるんで、限定動画の数もね、かなり増えてますと。なので逆に今から見る方っていうのは、最初からいる方には申し訳ないんですけど、ちょっとね、お得にたくさんの動画見れたりするんで、今のうちにね、ぜひね、無料期間のうちにね、見ていただき、もしね、それでこう事件をね、より知っていきたいって方はね、継続して入会していただければと思いますし、あとは普通のファンクラブと違ってね、この動画含めてサロンの収益っていうところで、まあいろいろ寄付させていただいてます。実績としてはね、能登半島だったりとか、あとは熊本のね、地震だったりっていうところで、ただ単に事件を上げるだけじゃなくて、それが間接的にも直接的にもね、貢献できればと思っておりますので、そういったところにも共感していただける方はね、ぜひね、秘密結社アルゴメトリーにね、ご参加いただければと思います。まあ、その他にもね、僕とかヤミコさんとのね、ワンオンワンで1対1でね、皆さんとお話しする機会も作ってますし、あとは東京だったりね、いろんな都市でね、オフ会っていうのもね、開催しておりますので、実際にね、僕とかヤミコさんとお会いしたいなとか、1対1で喋りたいなとか、いろんなお話聞いてみたいなっていう方はね、サロンにね、ぜひ入っていただければと思います。